こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日もお店のね、壁の前でお話ししてます。うちのクリスタルショップにはラピスラズリで描いたミカエルの羽が書いてあるんですけれども、ちょっとこの波動でお届けしたいと思います。さあ、今日のお話なんですけれども、十二星座には裏星座っていうのがあるよというお話で、これはちょうど向かい側裏だからというわけではないんですね。ちょっとね、今日のお話は難しくて、誤解されないようにどうやって伝えようかな、動画撮るのやめようかな、いろいろ考えながら今撮っていて、これもアップするかどうかもちょっとわからないんですけれども、どの星座にも光の面と影の面があることは確かです。例えば分かりやすく言うと、私は双子座生まれです。双子座っていうのは、なんで太陽わざわざ双子座に生まれてきたかというと、そこにあなたの人生、光が当たるから、双子座のらしく生きてくださいねっていう、宇宙からの伝言なわけですよね。で、双子座らしさっていうと、例えば軽やかだったり、やっぱり発信したりとかですね、例えば人に表現したり、教えたり、伝えたり、学んだり、そういうことを全部軽く軽やかにやる。で、持ち物は増やさないで、そういう知識とか、知恵とかというもので生きていく、そういう感じがあるわけです。で、そのように生きなさい、今世は。それがあなたの学びです。そうすると光を当てますよ。ですから、そのように生きていると、いいことがある。簡単に言うと。ということですよね。ただ、この今言った側面っていうのは、裏目に出ると、いい加減だったり、人の信用を失ったりとか、失敗やミスも多いし、何でもスピードアップしてやるから、丁寧さが欠けていたり、結局、持ち物は何も持っていないみたいな、ノマド的な感じ、住む家はない、渡り歩いてるみたいに、なるということもあるわけです。で、それもセットです。光と影は常にセット。ですから、それも持ちながらも、それが悪い方向に行かないように、良い方向に磨きをかけていきなさいということです。なので、それは双子座らしくなっちゃいけないよということじゃないんです。これが結構勘違いして、例えば双子座の人がそうやってスピードアップ、私なんかでも超イラチでいつも見てくださってる方ご存知のように超早口、どうしても早く早く降りてくるものをみんなに伝えたくてしょうがなくなってしまうわけですけれども、それによって失敗ももちろん大きければ、やりすぎちゃった、言い過ぎちゃったとかいうことがある。で、その失敗を繰り返していると、もう双子座らしくいるのはやめて、もっと、例えば正反対で言うと、お牛座ですね。お牛座の人みたいにゆっくりとゆったりと、そして持ち物にこだわって、ちゃんと残るものを得ていく、残らないものばっかりにお金を使うんじゃなくて、実際に双子座は、学びや資格はいっぱい持ってるけど、家持ってないとか何も持ってないみたいなことに、なりがちですから、そういう双子座の人は、お牛座に憧れたり、あんな風になんで私は生きれないものかと思って、そっちを目指してしまうということがあるんです。で、こうなったら落とし穴だということなんです。でもよくなる。私は個人セッションも1万5000件以上やらせていただいていて、そしてもう本当に人生がいわゆる成功しているっていう人が結構先生術が好きで見ていて、その流れで来てるから幸せになってるっていうのもありますし、やっぱり共通点はその自分の良さを生かしている。その質の悪いところも出るんだけれども、それよりも良さを生かす。その人らしくならないようにはならないっていう感じです。してる人はうまくいく。だけど、太陽星座の良さをもう忘れちゃって、全然違う星座のように生きている。こういう人はやっぱり人生が止まっているなと感じます。ですから、今日のテーマはとても大事でして、皆さんやっぱり自分の星座のことは知ってると思うんです。12星座見たりする。で、そこを、いいところを伸ばしていこう。あなたらしくならないように気をつけすぎて、影のところやっぱりみんな気をつけすぎちゃうから、らしくならないようになっちゃダメよということをとても伝えたいと思います。で、そのらしくならないっていうのが、その正反対のサインというのが皆さんにとっては裏星座ということになるんです。で、それは手放しをしなきゃいけないところなんです。ですから、その裏星座の満月の時っていうのは、よりそれが強烈になっていきます。多分これを見ている皆さんは、新月が始まりで、満月が手放しのサイクルであるということはご存知の方も多いと思うんですね。ですから、新月にはこれから1ヶ月の種まきのための祈りをして、
願い事をして、満月には幸せな人生のために必要のない手放すものに意識を向けて実際に手放していくっていうことで、いらないものを捨てて必要なものが入るというこのサイクルが入るわけです。そうすると夢が叶う人生を引き寄せていく。いつもお話し進めますけれども、こんな夢を叶えたいとか、あれを手に入れたいという思いを持って、それをどこに向けて行動しても夢に近づかない人がいて、その人の場合は、頑張って得ているけど、夢の邪魔になる裏星座の部分を手放していないからということ。一歩進んでるのに二歩下がってるみたいな感じ。だから実は夢を叶えるために何よりも大切なことは、いつも私が言ってる周波数を上げるということですね。夢っていうのは周波数が高いから、自分の周波数が高くない人は努力しても報われないので、上げるためには下げるものを手放す。これがテッドディバイアなわけです。下げる行動とか、下げるマインドとか、下げる言葉とか人間関係、そういうものを手放していってください。いつも足りないものを得ようとするだけじゃなくて、ブロックになっているものに気づいてリリースすることをいつも同時にしなければ、なんか動かないばかりか、さっきみたいに2歩後退してしまう。で、その手放しをするのが満月ですね。そして、どの星座の人にとっても、どの星座の満月も大事なので手放しをします。が、その裏星座にあたるところの満月がやってくると、そこは特に強烈になるよということなんです。同じ満月でも星座によって、そのテーマは違うんです。例えば、さそり座の満月っていうのがこの間ありましたけれども、上作の満月。そして来月は射手座の満月がありますが、さそり座の満月は、すべての人にとって共通のテーマっていうのは、コントロールしたい気持ちとか、自分の正しさを証明したい気持ちとか、権力や影響力を持ちたい英語、見える結果や数字へのこだわり、みんな持ってますよね、これ。これを手放しましょうというテーマがありました。これを持った上でプラスして、あなたの星座にとってのさそり座の満月のテーマというのがあるということです。こうやってもう細かく分けてると、だからこう、キリがない。そういうのをやっぱり個人セッションだとお話をしていくということなんですけれども、今の話で言うと、さそり座の満月が裏星座にさそり座がなっているサインは射手座なんです。だから今回は射手座にとっては、その今言ったさそり座のテーマっていうのは、射手座は絶対今世でやっちゃいけないと決めてきてることなんですよ。もう来世で卒業したものなんですよ。だから、今回は違う射手座をやろうとしているのに、さそり座的なものを持ったままだと、人生は止まってしまうということです。なので、そういうことをこう知っておくと、マイナス行動が、少なくなるのではないかなというふうに思います。でも、誤解しちゃいけないのは、その自分の裏星座になって、裏星座を今から言いますけど、裏星座になっている満月の時だけ手放せばいいんじゃないんですよ。他のものも手放した方がいいものは満月ごとにありますから。でも、特に裏星座の時は、ほんまに手放してそれっていう、もうほんまにほんまに今回こそそれ手放さなあかんよぐらいの、もう本当に強烈な関西弁で言ってくる感じなんですね。ですから、知っておくとさらにいいよということになります。で、これはもう一生のテーマです。一生を通してあなたがその星座に生まれてきたんだから、そっちに行ったら泊まる場所ってもう決まってる。今世はあなた、こっちじゃなくてこれをやりに来たんでしょ。宇宙が応援するのはここよ。またそっちに行っちゃうの。そういう呆れられちゃう。で、繰り返してると宇宙から見放されちゃうということです。なので、先ほど述べた夢に向かう行動をしているのに、逆のこともしているために夢に近づけない、こういう感じになっちゃうということです。では、そのどれが裏星座かというのを言っていきます。お羊座の人にとっては、これ見るとわかるんですけれども、お羊座の人にとっては魚座です。魚座の満月は、魚座的の満月っていうのは、魚座の影の部分を手放すという魚座の満月なんです。ですから、お羊座にとっては、その魚座的になってはいけない。もうそれをやっちゃいけないとして今世で来てるから、魚座の満月が強烈ということですよね。例えば本当に感情にコントロールされるとかですね、いうふうにならないように。で、牡牛座にとっては1個前なんで、お羊座です。一つ前っていうのは、どのサインにとっても手放さなきゃいけない場所なんです。一つ前のサインっていうのはね。なので、お羊座の満月の影響を受けます。
人に嫌われることを極端に恐れていたりするとダメですよ。いくつかいろいろね、お羊座の満月のテーマがあるんですけど、例えばそういうことです。で、双子座はさっき言いました、お牛座。お牛座は物事にこだわったり、自分の持ち物によって自分の価値を決めようとする、お牛座の人がそうだと言ってるわけじゃなくて、そういうものを手放しましょうというお牛座の満月のテーマを一生持ち続ける。お牛座の満月の日だけじゃなくてですよ。何度も言いますけど。蟹座は双子座の満月が最も強烈なので、物事を表面的に捉えたり、とにかく焦るっていうのをやってはいけないと蟹座を今世で決めてきているから、焦ると全部うまくいかない。間違えちゃう。そんな感じ。獅子座は蟹座の満月が一番の強烈な手放しですので、安全に失敗しないようにとか、家族や仲間の責任を負いすぎたり、守りすぎようとすると、大体人生は止まりますね。そして、乙女座っていうのは獅子座の満月が手放しなので、注目を浴びるとか、承認欲求、人に自分のユニークさをアピールしたいとかいうような笑顔が出てくると、乙女座の結局良さがなくなるんです。今言ってるのは全部、そのサインにせっかく神様が与えてくれた光の素質を壊してしまう行動になっちゃうわけです。一つ前のサインを真似ちゃうと。なので、もったいないでしょっていうことです。例えば乙女座は、人に好かれようとしなくても、乙女座なんてみんなが好きですから。乙女座の人が横にいてくれるだけで、どんなにありがたいか。だから、あえてアピールしない方が乙女座の良さは引き立つ。そんな感じなんです。天秤座は乙女座の満月が最も強烈な手放しになってくるんですけれども、天秤座っていうのは、どっちにメリットがあるかなって考え出したらもう人生が止まる。メリットの。天秤座の良さは、そのメリットを考えない。で、いった方がメリットがやってくるっていうふうに今世で生まれてくるのに、メリットを考え始めちゃったら、その良さが活かせなくなると。そんな感じなんですね。さそり座。さそり座は天秤座の満月が最も強烈です。さそり座っていうのはたった一つのものに興味を抱くわけですけれども、天秤座的なこっちにもあっちにも、もちろんさそり座の良さそんなんで活かせるわけないじゃないですか。さそり座は一生でたった一つの世界をずっと追求し続けたらいいことあるよって神様が生んでくれてるわけですからね。いて座、さそり座の満月が最も強烈な手放しになります。さっきもちらっと言いますけど、いて座の良さはシンプルなんですよ。さそり座の満月っていうのは複雑な考え方を手放そうよっていうことになりますから、それは当然、シンプルさが命のいて座なのに、複雑になりすぎちゃったら意味がなくなってしまうということです。ヤギ座はいて座の満月が最も強烈な手放しです。で、ヤギ座というのはやっぱりコツコツ継続していくわけですけれども、何かヤギ座はガーってやってプツって切れてやめちゃうになったらもう人生は絶対動かない。だからずっと程よくとにかく継続していったらこの10年間で何かをもらうとかそういうエネルギーなので、秋っぽくなったり途中でやめてしまうということがないように気をつけることが大事。水亀座はヤギ座の満月が最も強烈な手放しであって、自分にハードルを上げるとか自分の関わっている部下とか他人にもハードルを上げるような生き方をしたら水亀座の良さが活かせません。水亀座の良さはそんなことをすると何にもうまくいかないんです。魚座、水亀座の満月が最も強烈。最も感受性のセンサーが敏感な魚座。もうとにかくその愛っていうのがもう魚座の絶対的な才能なわけです。だけれども、その水亀座の満月で手放すものは何か一生懸命誰かを守ったり助けたりしなきゃいけないよという思いが強すぎると、あなたの良さは生かされる。あなたはそんな思いなしに、そこにいるだけで人の役に立つ人っていう才能を持ってるからね。簡単に言うとこんな感じです。ですが、実はこの今言った12星座別というすごく分かりやすい、誰でも聞けば自分の星座を知ってるじゃないですか。で、一生変わらないこっちを手放していって、この良さを生かして、こういうことを手放していくと、もう宇宙が助けてくれるよって、これだけ知っていけば、もう人生うまくいくような、とても重要なところなんです。で、これ12星座別に簡単に見れるので、
私はこれちょっとがっつりテキストにして、今言ったのはその一部を簡単に言ったものなんですけれども、まとめたものをノートでも出してます。で、私の生徒さんとかね、には、他のカードセッションとかしてる人にも、もうこれがあると、プラスアルファで、星座何って聞いて、ここは絶対一生変わらないから手放した方がいいよみたいにアドバイスをされるといいよという、まとめたものがありますので、もし興味がある方は、このね、下についてますので、ノートの方も見てみてください。ということで、満月に限らずですよ、その満月を例題に出したのは、特にその満月が、厳しくなるよということも知っておいた方がいいですし、その満月以外もずっと一生手放しの場所は変わらないから、なんであなたがその星座に今回太陽星座を持って生まれたのかっていうのは、やっぱり神様が決めてくれたことであり、自分が生まれるときに、もうここは終わったんで、それはやらないで、今回一個先のこっちやりますと。決めてきたことなんですよ。じゃあやっぱりその星座の良さを生きる。その人らしくなくなっちゃダメなんです。ということで、私も双子座らしく早口のまま生きております。それが私の良さなんで。ということで、今日も早口すぎるなと思った人は、ちょっとね、速さ変えられますから、変えてみていただければと思います。最後になりますけど、ここに出会っていただいてありがとうございます。今日初めて見た方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。いつも見ていただいている方も改めてありがとうございます。今言ったようにノートとかブログで記事としても、先生術、そして私のライフワークっていうのはマニフェステーション、実現プロジェクトというものですので、そういう講座などもお出ししております。気になる方はぜひ、もちろんオンラインの個人セッションも受け付けております。あとは公式 LINE ね、メルマガなど無料で、登録できるものもありますので、ぜひつながっていただけると嬉しいです。毎週金曜日の朝に、日本時間の8時にインスタグラムのライブを20分ほどして、もう開運波動のクリスタルの開運波動とか、開運の音とか、皆さんに1週間分お届けしまくってますので、ぜひそちらも登録して、フォローしていただけると嬉しいです。ということで、素敵な人生を。